ちは。 IKEA 大好きなサムです。よろしくお願いします。今回はリビングの模様替えと難度の収納の見直しを IKEA アイテムをたくさん使って行いました。こちらビフォーのリビングの様子、そしてこちらがアフターでございます。 IKEA は手頃な価格で部屋を変えることができるアイテムがたくさんあります。ぜひ最後までご覧になってください。まずは IKEA の店舗で模様替えへのインスピレーションをもらおうと思います。最新のルームセットを一緒に見ていきましょう。こちらは最新のフリーザーバッグが売ってました。早速目移りしております。はい、今度こそルームセット、こちら見ていきます。今回部屋にアートなものを入れたいなと思ってまして、新商品のこちらのアート気になっておりました。これはポスターではなくってキャンバスっぽい生地に印刷されているものです。でもすごくこれ人気でして、発売直後から売り切れが続いております。で、今期の新作としても2種類ほどあるんですけど、こちらの赤いお花のパネルも私が行った時は売り切れてました。こちら狙う方は入荷予定日をオンラインサイトでチェックしてください。棚にスポットライトいいですよね。このライトを私は子供のデスクライトに使っておりまして、最近センサー式にしました。消し忘れ対策です。動作いい感じですよ。その後こちらの動画もぜひご覧になってください。今回テレビ周りも変えたいなと思ってまして、テレビのあるお部屋見てきました。この新商品のテーブルライト、ルームセットでディスプレイされているのを初めて見ました。可愛いですね。真っ白でトップにウッドのボタンがついているのもとても可愛いです。驚きのお値段、安い。あとちょっとハッチカバーも買おうかなと思ってますので、グリーン周りもよく見てきました。いや、このハッチ可愛いなと思って見てたんですけど、台車の使い方いいですね。最大荷重80キロとなってまして、コスパがいいとよく視聴者様からコメントいただきます。確かにグリーン増えてくると水やりで移動が大変になってくるんで、台車使いたくなる気持ちわかります。こちらのフレームなんですけども、なんと中のポスターもセットで売られているものです。ポスターとセットでこの値段はちょっとすごいですよね。もう本当にIKEAフレームが安いんですよ。こちらのポスターも発売直後は結構売り切れが続いておりました。中のポスターはラベンダーカラーなので、お部屋のカラーに合う方はおすすめです。もちろんフレームだけで買うこともできます。こちらのクッションカバー新商品です。お花がモチーフで爽やかですし、使いやすい色味でいいなと思います。やっぱ模様替えはクッションカバーを変えるっていうのがお手軽ですし、 IKEA ならお手頃価格でクッションカバー買うことができます。このラグも結構新商品でおしゃれですよね。サイズ展開がないので、サイズが合えばラッキーって感じです。やっぱりクッションがお手軽に模様替えできていいですよね。こちらは新商品です。前からあるシリーズの色違いのものにはなるんですけども、すごくシックでかっこいいデザインだなと思います。生地がとても高見えする生地なんですよ。このちょっとアップにして伝わりますでしょうか。こちらの色違いで前からあるのがこのピンクっていうか、ピンクか、こちらですね。同じデザイン、同じシリーズなんですけど、全然雰囲気違いますよね。このしっかりした生地感がとてもいいですね。パーソナルチェアコーナーです。こちらストックホルムコレクションのパーソナルチェアなんですけども、やっぱり素敵ですよ。デザインも素材の質感もとてもいいなと思います。ちょっと今回テレビをどかす予定なので、ちょっともしかして置けちゃうなんて頭によぎりながら見てました。もう今年でもパーソナルチェアもう2個買ってるんですよ。2個とも IKEA ですけど、モダンで素敵なパーソナルチェアと思います。 IKEA は家具の買い取りを行っています。結構対象品目変わってしまうんですけども、今調べたら先ほどのチェアはこんな価格で買い取ってくれるみたいです。実質タダですよね。こちらのルームセットにも大きなフレームがあったので見てみます。中にカットクロスを飾っています。素晴らしいアイディアですね。 IKEA はカットクロスの種類も豊富ですので選択肢が増えます。こちらのフレームもさっきと一緒のシリーズですね。こんだけサイズ大きくてこのお値段、バグってます。これだけ大きいと部屋の主役になりそうです。ちょっと植物の飾り方も参考にしたいと思います。こちらはベンチ、ペルヨハンというとても人気の商品なんですけども、ベンチに飾っています。
後ろのツールの収納の仕方も可愛いですね。窓際にベンチを置くのも可愛くていいかもしれません。こちら寝室に飾られているフレームも大きさは違うんですけども、先ほどと同じシリーズのフレームです。こちらのワードローブがプラッツァというシリーズでして、このグリーンが新色として発売されています。プラッツァはこういうフレームなんですけど、かなりしっかりしています。背面にちょっと板があるからでしょうね。すごく頑丈です。で、下はボックスが並んでまして、 IKEA のボックスの特徴は使わないときは畳んでおけるっていうのが割と共通してます。収納って結局使わなくなった時に捨てるしかなくなるじゃないですか。でもまた使う時が整理してたら来る時があるので、畳んでおけるっていうのは結構便利です。私も今回いろいろ整理して物が動いた時にスクープが活躍しました。スクープはこちらです。クローゼットの天袋で愛用しています。収納用品って先に買っちゃダメとかよくプロの方おっしゃるんですけど、物が動いた時にボックスがないと絶望しません？結構今回ね、それがスクープで助かりました。こちらのルームセットは趣味部屋みたいな感じでしょうか。とても可愛いです。こちらは布が貼ってあるチェアなのに、このお値段はちょっとびっくりですね。色も可愛いです。このルームセットで注目したいのは壁面収納のスコーディスです。よく使うものは扉を開けたり引き出しを開けたりせずにゼロアクションで取れるっていうのはすごくいいですし、片付ける習慣にもなりやすいです。無印っぽくないですか？こういうの IKEA にもあるんですよ。こちらのグレーのボックスはスタッキングすることもできます。割と新商品で3色展開であります。で、こちら本棚はビリーが置かれています。デコレーションとして置かれているこのピンクの花瓶は新商品で、2個並べておくのすごく可愛いですね。もう花瓶がどんどん増えていくんですよね。皆さんはどのようにして花瓶収納されてますか？使ってない時もこんな風に棚にディスプレイしとくのもいいですよね。で、今回模様替えということでアートをね追加したいなと思ってますが、冒頭で紹介した鳥さんは今売り切れということで、今回は IKEA じゃなく他の店でポスターを買うことにしました。フレームはやっぱり IKEA 安い、買っていきます。フレームはすごいいろんな種類いろんなサイズ展開がありますので、オンラインで、事前にさーっと見ておくと分かりやすいと思います。もう店舗だとコースの終盤の方なんですよね、フレームって。なので結構疲れてたりしますので、あらかたオンラインで目星をつけておくのおすすめです。あとは先ほども紹介したスコーディスを追加購入してハッチカバーも購入していきます。おすすめとしてはこちらのちょっとコンクリートっぽく見えるでもプラスチック素材のこちらですね。今言った通りコンクリートっぽく見えるっていうところがいいなと思うのと、実際めっちゃ軽いんですよ。やっぱもう鉢って重いとね、水やりとか大変なのでお世話が、私は軽いのがいいなと思います。本当にコンクリートのタイプの鉢カバーもあります。オンラインで買う際は分かりにくいと思うので注意して買ってください。台車とかお持ちの方はコンクリート素材もねめちゃくちゃかっこよくていいなと思います。こちらが重たい方、こちらが軽い方、こちらが重たいでこちらが軽いです。はい、では模様替えの様子です。ビフォアはこちらです。入ってすぐ奥にテレビがあるのがとても気になってました。テレビはなくしたいんですけど、家族が使うということで、これが壊れるまでは使おうかなということでテレビ台を変えました。キャスター付きタイプにして使いたい時に使いたい場所に持っていくようにしました。こんな風に子供部屋に移動して子供はゲームしたりしています。今足を置いているフットレストプーフも IKEA の商品です。あとはテレビはねダイニングのそばに移動させて家族団らんで YouTube を見たりもできます。今子供が動かしてますけども、キャスターがついててもめっちゃ軽いってわけではないです。このテレビスタンドは楽天とか Amazon で売ってます。PR じゃないです。自腹で買いましたよ。前使ってたスタンドも同じメーカーでとてもいい商品でしたので、すぐ次の譲り先が見つかりました。こちらのキャビネットはベスト IKEA のベストという商品です。キャビネットの上はこのようにディスプレイとして使えるので、
いろいろ模様替えをして楽しんでいますけども、テーブルライトは IKEA のストックフォルムコレクションで、真ん中の2段のトレイは IKEA のものなんですけども、今は販売していません。でこの石っぽいトレイを最近 H&M ホームで購入しました。 H&M ホームは日本には店舗がないんですよね。なのでオンラインで買うことになるんですけども、IKEA と同じ外資あるあるで返品にとても寛容ですので、安心してオンラインでも買い物ができるなと思ってます。はい、こちら購入してきたフレーム、まず1つ目、こちらのシリーズはフレームにちょっと工夫があって、奥行きを出したり絵を手前側に飾ったり、また白の台紙を使って飾ることもできます。で壁にかける際は後ろのこの金属の部分に紐を通してください。紐はついてません。中身は子供が描いた絵です。置く場所はこちら、元テレビがあった場所にフロアランプとパーソナルチェアを持ってきたんですけども、配線が気になってたのでそれを隠すのに使いました。もう一つ狙いとしては、こちら上部にエアコンがありますので、できるだけ下の方に視線を集めたいという作戦でもあります。部屋に入ってきた時の印象がテレビより良くなったかなと思います。もう一つフレーム購入しております。店舗でも見ていた大きい方ですね。フレームのシリーズは先ほどと同じです。大きさ違い、色違いとなります。ポスターはザ・ポスタークラブっていうところのものを購入しました。ポスター選びめちゃくちゃ迷いました。はい、一旦こんな感じになりました。テクスチャーアートみたいなものは H&M ホームなんですけど、ちょっとね場所を移動させようかな。いろいろ検討していこうと思います。今回は難度の整理をしました。こちらビフォア、全然整理できてなかったので、最近物を全部出して、いらないものは出してジャンルごとに分類して整理していこうと思います。地獄。中をね掃除できただけでも価値があったなと思ってます。はい、でアフターはこちら、じゃーん。まずこの扉の収納が気になると思うんですけども、そうです、スコーディスです。こちらは後ほどやり方含めしっかり解説します。先に中の方をちょっとだけ紹介します。あんまりビフォアとこの辺はっていうかほとんど変わってないんですけども、工具、テープ、紐などが置いてあります。これは IKEA のソッケルビートというボックスです。かなりしっかりしてて、工具なんかを入れても安心感があります。こちらの引き出し、今もありますっけ？ IKEA のカラックスにぴったりサイズの引き出し、3段引き出しです。とても安価なんですよ。またこの引き出しも使わないときは畳めるようになってます。でこちらはネジなどが無印の引き出しに入ってます。とにかく工具がたくさんありますね。 DIY グッズとか。この一番下に置いてるのは IKEA のバッテンカールという商品です。そこに100均で買ったキャスターをつけています。これはスコーディスのアクセサリーが使えてゴムを貼ってます。でそこにこういう縦長の細いものをしまって収納しています。こうパターン倒れてしまうようなもの、あと逆側はアイロン台を入れています。この収納ボックスはスチール製ですごくしっかりしていますので、多少重たいものが入っても大丈夫だと思います。ただこれ自体が結構重量物なのでキャスターをつけました。今まではお掃除グッズ系も中にしまってたんですけども、一部ドアにあった方がさっと取れて便利だなと思い、こちらに設置してみました。設置の仕方は簡単です。引っ掛けるだけです。こちらはドア用のハンガーっていうんですかね。こういうもの、これは Amazon で購入しました。このフック側が少し厚みがあるので、少し手で押しました。IKEA で売ってるドアフックです。なんとお値段100均より安い。大体の室内ドアに合うと思います。これでもうまくいけばこっちの方がお安く済むと思うので試してみたいと思います。スコーディス自体は付属のこのスペーサーみたいなものと金属のバーをスコーディスの板側に設置します。はい、もうあとはかけるだけです。この室内ドアの高さがすごく高いので、このぐらい長さがフックに長さがあった方が使いやすい位置に降りてきてくれます。私が買ったこのドアハンガーはちょっと厚みがありまして、こんな風に
少しねスコーディスが傾いてしまっていますが、フックを引っ掛ける分には問題なく使えています。 IKEA のドアフックと S 字フックパターンです。なんとうまくいきました。見た目的なちょっとって感じはあると思うんですけど、こんな風に横からかけます。 S 字フックいろんな長さあるしアレンジ効きそうです。同様にクローゼットにも設置することが可能です。これは視聴者様がコメントで教えてくださりました。リル音源という IKEA で売っているフックがあります。こちらは先ほどよりもちょっと薄めになってまして、こういう収納扉にぴったりな幅、内はぴったりでした。こんな風に扉の内側につけてアクセサリーの収納などにも使えます。やっぱりスコーディスは最高ですね。今年新色としてベージュピンク、裏がベージュ、どっちが裏なのかわからないですけども、2色タイプも出まして、とても可愛いです。でコスパもいいと思うんですよね。重たいものは引っ掛けられないですね。ドアに全ての荷重がかかりますから。すっかり忘れてましたけど、鉢カバーも購入してました。ウンベラータがどんどん伸びてくるので剪定したんですよ。でそれを新しく土に植えたんですけども、家に在庫としてあった鉢を使ったらなんかちょっと直径がね大きくて、あんまり合うサイズの鉢カバーが見つけられず、本当はグレーのやつ買いたかったんですけど、最初に紹介したこちらのホワイトのものにしました。これも清潔感があって、また軽くてとても気に入っています。はい、IKEA アイテムを使った模様替え紹介してきましたけども、いかがだったでしょうか。今 IKEA は秋の新商品ラッシュでして、いつもインスタグラムのストーリーズで速報を流しております。最新情報を知りたい方はぜひそちらをご覧になってください。で次回新商品たっぷり紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。